今日は素晴らしい、機会をいただいて、本当にありがとうございます。ソウル大学日本研究者のキム・ヒョウジンと申します。今日、ですね、最近多分2015年から今またもうすでに10年になったんですけれども、韓国の、日本研究者として、また、韓国の大衆文化で、フェミニズムリブートということは、本当に、韓国の特にファンダムのことを考える際に、本当に大事な、また、すごい、いろんな意味での、影響を与えた、テーマだったので、ぜひ今回、全般的なその動き、ということを、まずそれを紹介して、じゃあ、それからどういうことが起こったのか、多分日本の方から見ると、すごい、ちょっとわからないっていうか、フェミニズムっていうイメージがすごいあまりやっぱりあるので、そういう面でから見ると、まあこういうことが起こったんだろうと思われることとはちょっと違う形での、出来事が結構起こってまして、まあその一部はもうすでにタツビエールに関しての論文として、日本の出版社でちょっと論文は出させていただいたんですけれども、その後またそれが繋がった形での、また、カイズラブですけれども、チエルでの動き、またそれがまた一時同人創作みたいな形でまたいろんな形での動きになっておりますので、そこら辺まで全部ひっくるめて、やっぱりこれは、ただピエールとか、チエルと話ではなく、やっぱり韓国の女性向けチャンネル全般に関しての話なんではないかということで、テーマをこのようにさせていただきました。はい。今からちょっとまず最初は、フェミニズムリブートの話を少しして、それから、まずはタツビエルの話をまずさせていただきます。なぜかというと、タツビエルが関係の話ではありながらも、やっぱりそれの動きによって、また別の動きにつながったっていうのがありまして、それ最初はそれを簡単に紹介して、その後、今日の、本題といいますか、よりとチエルでの動き、またそれがファンダムの方にどういうような影響を与えたのか、それから今、現在はどうなっているのか、それで、に関して、また、娘の方に、ちょっといろんなこちらの、意見を述べさせていただきます。はい。次、起きますね。っていうことを皆さんご存知でしょうか。韓国のフェミニズムの動きに対して皆さん、もし、関心あります方だったら、もうすでにご存知かなとは思いますけれども、フェミニズムというのは、実はですね、ソン・ヒジョンさんという、映画評論家であり、ジェンダー研究者の方が、つけた名前で、実は2015年から始まった韓国の特にネット上を動きが一番著しいんですけど、ネット上とまたオフラインでのデモとかをひっくるめて、フェミニズムがもう一度活発になったという動きで、それをっていう形で名付けました。それで最初それを提起した方は実はソニージョンさんで、まあその前にちょっといろんなメガリアとか、そのオマルとか、結構いろんなネットサイトでのそのいろんなフェミニズム的な動きがあったんですけれども、それを学問的っていうか、この動きはこういうことで、名付けられるっていうことで、それを提起したのはソニージョンさんですね。それでペッという論文が書かれて、特にこの方が映画評論家というと申し上げたんですけれども、韓国映画を通じて見るポストフェミニズム、そしてその後っていう論文を書かれました。まあもちろん韓国語ですけれども、この論文で、ソニージョンさんはどういうことを言うというと、韓国映画、その時2010年の半ば頃は、韓国映画本当に世界中でいろんな高い評価を受けてた時期ですね。特に日本でも韓国映画に対して、特に、ピエール的な読み方っていうか、感想の形が立っているのか、新しき世界が一番多分有名かなと思うんですけれども、そういうふうに、韓国における男性たちの絆みたいなのがすごい注目される時期でした。ただ、そういう時にソニーさんはどういうことを言ったかというと、大衆文化における女性表彰の問題っていうのが、今、ちょっと韓国映画で、ちょっと女性がもういなくなったんじゃないかという話をしたんですね。あの、特に彼女がどういうことを言ったというと、だから韓国の映画の中で、男性たちのホモソーシャルな絆っていうのは、すごい、大事なことで、皆さんすごい好きで人気が得たんですけれども、その反面、女性キャラクターとか、女性表彰というのは、いつもそういう、キャバ嬢とか、屍みたいな、殺された屍になってしまった、そういう姿しか
てない。男性の復讐の対象になったり、犠牲になったりする姿しか出てこないというのは問題があるんじゃないかという話をしたんですね。それによって大衆文化における女性表彰の問題が浮上しました。フェミニズムリブート以来、最も激しい論争が行われるフィールドが、実は大衆文化における女性表彰の問題っていうことですね。大衆文化は特に、ソニーさん、ソニーさんによると、大衆文化っていうのは、韓国女性をめぐる厳しい現実。皆さん、フェミニズムが激しいということは、その反面、実は、韓国女性をめぐる暴力の問題とか、いろんな拘束とか圧力が結構強いということで、ということなので、そのまま反映するメディアとしてみなされるということになりました。特に韓国の文化産業は、その反面、主なコンテンツの消費者としては若い女性ターゲットにしてるので、じゃあ、メディアに実際、映されるその女性の表彰っていうのは、そういう、すごいかわいそうで、また犠牲されて、チャンに皆さんの殺されたり、そういう姿なのに、実際、文化産業の中では消費者として一番注目されて、搾取っていうか、そういうターゲットにされる手段ですよね。その同性愛行動、特に男性同性愛行動を利用してきたことに対して、フェミニズムからの批判が必要じゃないかということを言ってましたよね。そして、それからちょっと面白いのが、彼女は実際、韓国の不女子文化を指して、結局、女性を排除した文化コンテンツの量産に寄与しているのではないかという批判をしてます。その論文の中でこれ結構な量を、批判にちょっと制して、結局、韓国映画のその男性たちの記事内してのその注目、っていうのは、結局消費者の方の若い女性たちがそれを支持してお金を使ったから、やっぱり作られたことっていうことですよね。そしてその後は、その規範には基本的に、不女子文化というのが、あって、そういう男性たちのホモソーシャルな絆を支えてきたっていうことがあるんですよね。ですので、不女子文化は、ああいう開放的な意味を持つ反面、それはあくまで消費の領域に収まっているだけで、それが市場を広げる以外にどのような役割を果たしたのか、そして実際女性の暮らしにおける根本的な変化をしたのか的については、やっぱりちょっと彼女は疑問に思うっていうことを書いてます。そういうことがやっぱり結構いろいろ議論を起こしたわけなんですけれども、なんでかというと、やっぱり今まで PL というのは、韓国の中で特に韓国の情勢に、性的な欲望に対しての抑圧があまりにも強いので、PL 以外にはあまりそういうのを自由に表現できる場がないということで、結構フェミニズムな文脈で、日本とはそれは結構同じ文脈だと思うんですけれども、同じように受け入れたわけなんですね。だから結構こういう、真正面での、批判っていうのが結構珍しかったわけです。それで、あそういうソニージョンさんの指摘の後で、結構それから、退職かっていうことに、政治性、ポリティカルコレクトのめぐっての論争が起こったわけなんですけれども、特にオタク系コンテンツというのは韓国では建設地のテーマ戦争になりました。なぜかというと、まずは、実は、それは、女性向けだけでのことではなくて、日本でも最近結構起こってると思うんですけれども、男性向けと女性向けで、誕生オタクたちの間の、様々な論争が起こったわけですね。特に、男性向けジャンルのセクシュアルな女性表彰をめぐる誕生オタクの対立がすごい激しかったです。日本もすごい激しいとは思いますけれども、韓国の方ももっと激しいです。それがなぜか、それは多分、ただ、対立っていう、そういうのを、また、ちょっとなんていうかな、システム的にそういうことになってしまう、そういうインターネット上のなんか工場があるんですけど、それは後ほど、また説明させていただきますね。まあ、とりあえず表面的に出てきたものは、ゲーム産業などで、フェミニズム的な考え方を表明した、ゲーム産業の労働者、雇用者に、解雇してしまう。それが、男性、消費者によって、こういうフェミニズム的な発言した、のは、悪い、そういう思想を持っている人だから、解雇してってことになって、それ圧力に、企業の方が負けてしまう。ってこととかが結構あったんですね。そして、そういうことで、いや、それはさすがにここまでできないよと言った企業に対して、不買運動を、してしまうというのが結構何件もありました。それでフェミニズムを支持したとみなされたら、その経営産業ではもう、ちょっと一のセイジョンが、
厳しくなってしまうというのがあったんですね。それは、ゲーム産業以外にも、CS 石ボとかの、コンビニストアでの、そのコストをめぐっての論争とかもありましたし、結構そもそもそういうふうに男性消費者たちが、そのフェミニズム的な動きがあったら、それを、抑圧して、それは解雇とか、そういう沙汰にしてしまうのが何件もあったわけですね。それ社会問題か知ったんですけど、基本的には、実はですね、これは多分、フェミニズム的な文脈もあるんですが、やっぱり韓国で労働者の権利というのがあまりそこまで、日本に比べたらまだまだそこまで、法律されないし、特にやっぱりそういうコンテンツ産業での労働者と企業の関係というのは、また他の産業とまた違うので、労働組合の支援がなかったりする、すごい結構いろいろ複雑な韓国社会のまた労働問題というのもあったのは事実ですけれども、基本的にはやっぱり表面的に見れるのは、男性オタクたちが女性のその男性向けのイラストを描いてる女性労働者に対してフェミニズム的な思想を持ってったら、お前たちはもう置いてやってやるみたいな形になってしまったわけですね。その反面、また、女性向けジャンルでは、女性表層と性的対象化をめぐり、女性キャラクターを扱いを問題視化する、その動きが登場しました。女性向けジャンルでありながら、男性キャラクターだけのピエール批判として立ち火が風潮したのもこのコンテクストです。なぜかというと、女性向けジャンルだったら、じゃあ、女性が出ないとダメなのに、なんで男性だけ単性じゃないですよ。実はこういう PL の場合は、単性といえど、キャラクターといえど、多分それに対して、女性が作って、女性が楽しむっていうのが基本的にあるので、それは簡単に言えないんですけど、基本的に表彰の問題として考えれば、じゃあ PL というのは女性キャラクターがあまりいないんじゃないか。言っても、集約にならないんじゃないか。だったら、これは、やっぱりフェミニ的には良くない。これはまた先ほど申し上げたソニーちゃんさんの話と全く同じです。男たちのホーモソシャルな絆を描く際、女性の方は、はい、キャラクターさんは排除されてしまうっていうのが、ソニーちゃんさんのそういう批判だったんですけれども、それが同じようにここでも繰り返されるわけですね。タツビエルを風除したのはこういう文脈なんですね。そして二次創作などコンテンツの消費と生産が密接につながっている解析共同体として、女性オタクのコミュニティっていうのがあるんじゃないですか。そこでは、やっぱりそういう面での批判が、すぐ広がっていったということ、背景というのがあります。そしてこれに対して、ホーユンという、その韓国の文学研究者は、サブカルチャーのフィールドにフェミニズムにおけるフェミニズムな転換と調整消費者運動という、この動きを名付けたんですけれども、これ論文の中で、女性創作者が女性の物語を描く女性ナラティブを消費し、これを通じて女性ナラティブの範囲を広げるべきだと主張する雰囲気を表じた。また、女性キャラクターたちのロマンスと性愛を描く女性ナラティブとしては有利ラブジャンルが注目され、人気を得る事例が実際現れました。という分析があります。この時期、ピエール、ユリ、チエルへの再評価が、タツビエル動きと密接につながっています。実際ネット上の建設でそれが一時的に、ユリ・チエルがピエールの対岸として見なされることがありました。その後にも出てくるんですけど、こういうタツビエルがユリとチエルへの注目につながったっていうのが私から見るとすごい、非常に、興味深い、現状だったんですね。それがピエールの対岸になってくる、その、ロジックってみたいなのが、すごい韓国的っていうか、なぜこれが可能だったのか。実際、ファンダムはその方に動きたいどうかは、ちょっとは疑問に思うことはあるんですけど、ロジック的にはこういうロジックの音で動いたっていうのがあります。ちょっといいですか？はい。要するになんていうか、BL を通して女性たちがその自分自身の欲望とか快楽とか、その社はい。会がこう変わってほしいっていうものを、その男性同士の性的な関係の表彰に投影していたけれども、それだと結果的にその女性自身の表彰が排除されてしまうから、はい、そのそうです。いつまでもずっとその BL にとどまっているわけにはいかないっていう理由で、一時、そのユリとか GL の、表現が盛り上がった時期が韓国にあるっていうことでいいですか？そういう感じです。はい。次に、よろしくお願いします。こうします。はい。そして、フェミニズム的な動きとして、ピエールファンダムと、ユリ・チエールファンダム交差ということ、まさに今の話なんですけれども、今までピエールとユリ・チエールは、
韓国でも両方関わる作家層はいる反面、実践特撮賞はそこまでは多分、交差してないというふうに思われたんですね。なぜかというと、やっぱりピエールというのがすごい特殊っていうか、女性たちが男性のその表彰に自分たちを帰宅するっていうのがやっぱり基本的なロジックであるので、東アジアでのピエール、女性によってのピエールっていうのは、ちょっと男性表彰を利用するっていうのがすごい大事なので、簡単にそういうふうに有利というのは基本的に女性たちのロマンスと性愛を扱うジャンルなので、簡単にはそこが動かないだろうというふうに思われたっていうか、韓国でもそう思われたんですね。特に管理、日本でもそういうのはあると思うんですけれども、でも、タツビエル以降、もともとタツビエルしたグループの、不女子っていうグループがいたとすると、一部はタツオタクするべきだった。オタク系は基本的にそういう大消化とか、まあ、お金にならない趣味だからそこに行った方は女性の成功をというかな、阻まれるみたいなことで、まあ、立ちオタクするべきだというグループがあったんですけど、その反面、じゃあ、立ちオタクはちょっと無理っていうグループがあったんですね。その、グループは、じゃあ、立つビエルにしたんだけれども、やっぱオタクはやりたいので、じゃあ、ピエールとチエルを発見して、じゃあ、それを私たちが楽しめばいいんじゃないか。これは女性表彰を扱ったジャンルだからということで、創作と賞与を対象としようとしたんですね。女性キャラクターを排除するピエールとは違い、ユリーチェルはピエールよりフェミニズム的に優れたジャンル、すなわち女性差別とミソジニと距離のあるクリーンジャンルっていう言葉あるんです。韓国ではそのオタクの中で結構クリーンジャンルっていう言葉はすごい人気があるんですけど、それが何かというと、こういうふうに、フェミ的とか、知的なジャンル、そういうのに、タクスに対してクリーンジャンルって言うんですね。それで、これは、心配、そういう、ちょっと悪い、そういう政治的に、正しくない内容は入ってない、安心して楽しめるジャンルっていうことで、クリーンジャンルって言うんですけど、クリーンジャンルだから、チエルとピエルは、チエルとユリはということで、結構、ピエルに比べてはクリーンジャンルだから、これは、すごい、持ち上げたっていうことになります。そして、ただ、こういうロジックで動いたわけですが、それはこんなに簡単には動かないっていうか、いや、既存のユリとチエルファンダムから見ると、またこれは、なんで突然現れた新しいファンダムたちが、そういう今までのユリとチエルをそういうふうに見てるのかっていうことですごいカットが起こったわけなんですけど、そのに関しては後ほどご説明させていただきます。じゃあ、とりあえず、タツビエルについてちょっと簡単に説明します。その前に、ちょっと韓国のピエール事情はちょっとご説明させていただきますけれども、まあ、皆さん、ご存知か知らないんですが、基本的に1980年から、その創作重視の同人誌文化はあったとされてます。実は同人誌も残ってますし、特に日本の同人誌の影響が結構報告されてますけれども、その時はまた創作中心だったので、パロディというのがあんまりなかったんですね。まあ、基本的に漫画文化というのは、同人誌文化始まったわけなんですけれども、その時は、皆さんプロ志向で漫画家になるために、そういう同人誌を作るっていうことがあったので、その際はほとんど創作の同人誌だけっていうのがありました。それが1990年代前半に、日本のピエールっていうか、ピエールとは言えないですけれども、おじゃきみなみさんのプロンジュとかが、海賊版で入ってきて、それがすごい、韓国の、ちょうど私の世代なんですけれども、PC 通信を通じて、その情報が広がったわけですね。それからピエールファンダムの発生して、韓国の純情漫画ファンダムがそのまま、韓国のリオンのピエールっていうか、そういうプロンジュみたいな漫画、海賊版を楽しみながら、ファンダムを作っていったってことですね。その時また、創作調子に同人誌文化あったんですけど、その時の同人誌を作ってた人に聞いてみると、作品を書いたんだけれども、まあ、自分たちでそういうディオンの当人、ピエールとかディオンの当人誌を手に入手して楽しんでたという話はよくあります。実は私は1990年代前半に、もうすでにディオンの当人誌を、まあ、いろんな手段で手に入れて読んだことがあります。
1990年代半ばには K-POP アイドルが、第一世代って HOT とかジェスキスとかが出てくるわけなんですけど、その時アイドルがすごい流行ってましたよね。韓国のその PL 文化と CL 文化をその考える際に、そういうアイドルファンフィクションっていうのがすごい影響が大きいんですけれども、日本だったらこれが RPS になって、ちょっとやっぱり二次創作の中であまり話が入ってこないんですが、韓国の場合は、どちらかといえば、日本から PL が入って、ちょうどそれが広まった時に、ちょうどまた、そういう K-POP アイドルが入って、そういう文化はそのままつながって、その後、お金にはならないけれども、ファンフィクションが書いてたのをみんな、中学生とか、その高校生の時に初めて見る、そういうテキスト、政治向けテキストというのがファンフィクションだった人がすごい多いんですね。ですので、韓国の同人誌文化を考える、二次創作文化を考える際、対峙差はすごいあります。そして、それから同人誌文化が、そう、徐々に創作重心から春に動きます。1990後半になると、日本大衆文化が解禁されて、そういう日本のその漫画と、そういうアニメとかの輸入が超過しますし、またインターネットが普及されて、オタク系コンテンツが、その時も結構、フォーコピーとか多かったんですけれども、それだけすごい人気を集めるようになりました。2000年代前半はインターネットにおける同性愛の青少年有害媒体指定が終結します。これって、韓国で実は2004年までは、同性愛自体が青少年有害媒体だったんですよ。じゃあ、実際そういう経緯とかレジマンが、自分たちの存在自体が実は青少年有害みたいな形になってて、すごいそういう面での倫理的なパッシングが強かった国なんですね。それは多分日本とは全く違う文脈だと思うんですけれども、ただその時、それが集結すると、当時に、キア映画と同性愛をテーマにした映画の制作が結構進んでってて、東人文化発達と日本のピエール成長はそのままつながります。それに対して映画評論家のソウ・ドンジンさんは、韓国の経営がパンダを作ってさせてきたのは東人女たちっていうほど、その時、韓国で作られたそういう映画の、そのファンダムは、強い、東人女たちによって、支えられたっていうことがあります。2000年代後半になると日本の不女子コンテンツが輸入されて初めて、Webtoon の人気と Web 施設が発達します。また、プロメス的な、先ほど申し上げた新しき世界みたいな映画、男性たちのホームソシの絆を集中した映画が作られるようになって、また K-POP がグローバル人気を広めるようになります。2010年代前半になると、韓国で作られたピエ。その前は日本から輸入されているのは翻訳して読んでたり、アマチュア、同人誌形をしたピエル読んでたのが、2010年代前半になると、商業化した韓国ピエル、ウェブチューンとウェブ小説が出始めて、それからすごい人気を集めるようになります。また、男性たちが喫にテーマした韓国映画の人気と、東人版映画がもう目に見えるような形になって、また、申し上げたんですけど、映画、新しい世界みたいなのをこういう形で、当人が出てきたりすることになりました。これは、新しい世界が私がとってすごい、ちょっといろんな意味で、ちょっと重要だと思うのは、多分新しい世界を起点にして、日本からその韓国コンテンツ、アイドルとは全然違う形で映画とか、そういう男性たちのホームソーシャルな絆に、すごい、関心をお持ちの、その日本の、この頂上師さんが結構、韓国のそういうコンテンツに、関心を持ち始めたっていうのがあって、また、実は日本、これのファンダムを、韓国と日本の、そのファンダム、不女子グループが交流して、実は大阪のコミックシティで、プチオリを知ったんですよ。新しい世界を。韓国の、不女子さんをお招きしてて、サークル参加させて、一緒に結構大きな規模でプチオリをするなど、結構、動きがあったので、2015年とかそういう半ばぐらいの、活発な、その動きがあったのは事実です。タツベルに移ります。タツベルとは、韓国でそういうアルファベットのピエールって書いてるんですけど、ピエールから脱出する、ピエールを捨てるという意味です。ピエールの様々な問題を認識して、究極的にはピエール書をやめるという意味合いを持ちます。
動きとしては、ネット上を中心に2018年半ばから始まって、2019年ピークとして2021年頃には結構落ち着いてきたんですけれども、結構な数のツイートでタツピエールが議論されました。面白いのが、ピエールを応募する方も、批判する方もフェミニズムを閉じてやってるってことです。まあ今まで、韓国でもピエールを批判するグループは、ほとんど保守的な立場から、これは女性たちの土地をそういうふうに堕落させるみたいな、そういうすごい同性愛は、罪だからみたいな、そういう宗教的な理由での批判が多かったんですよね。それが、批判するグループは、先ほど申し上げたように、ピエールは女性表彰が排除されるからっていうことで一番それが大きかったんですけど、そういうふうでフェミニ的な立場から批判して、またそれをピエールを保護する方ももちろん、私のような研究者を含めて、ピエールは女性で表現として研究されるべきだみたいな形で、それすごいいろんな動きがあったんですけれども、それはやっぱり一番特徴なのは、タツビエの支持者には、元婦女子が多いんですよ。それで、元婦女子たちが、自分たちが今まで呼んできたんだけれども、ピエールはこんな問題があるよ、みたいな、詳しく、批判するわけなんで、結構やっぱり破壊力は強かったわけですね。これは今は多分なくなったんですけど、ピエールはミソジニそのものっていうふうに、そういうふうに、特にそのアカウントの名前が面白い。フェミニズム総合劇赤って言って、韓国で総合劇って言って、そういうふうに、サイバーブリングとか、攻撃する。みんな、そういうのが、ツイートでよく行われるんですけど、そういう運動として、ピエールに対して、そういうフェミニズムの形をした PL への批判っていうのが、こういうふうにあったっていうことですごい厳しいことを書いてます。途中、PL チェッピさせるみたいな、PL はミソジにこういうテグも入ってるんですよね。特にこれ、オタクの方だったらすごい、見覚えのある、写真家だと思いますが、自分が今まで書いたピエール本とか、ツアー破いて、こういう写真撮ってあげたり、自分がウェブツーンとか、ウェブ小説、ピエールの入ったのを取り消してしまったというのは、こういうふうに、ツイートで、上げて、こういうふうに立ち消えしてますみたいなのを、呼びかけるみたいな形で行われましたね。そして、これの、なんというかな、そのきっかけになった動きとしては、韓国の婦女子による、その韓国の婦女子文化に対して探求っていうのがあります。特に論文で書いたんですが、ベタ婦女っていう雑誌っていうか、ブックっていうか、今考えると、同人誌の形だと思うんですけれども、クラウドファンディングをして、頭町の、人たちが自分なりの考察を集めた婦女子文化に対しての本なんですけれども、それが、雑誌だという、こっちでは言うんですが、陳ですよね。韓国だと、今だったら日本の陳文化っていう、その陳なんですが、婦女子の自己小説っていう形をとっています。そして、すごいなんていうかな、学問的な、学問多分みんなアマチュアの、自分が好きでやってる人だと思うんですが、日本だったら費用同人誌みたいな形だと思うんですが、婦女子と婦女子文化に、婦女文化について、費用的な距離を持つステンスを試みたいっていう、あれで、自分と自分がやることについて、外部からそれを観察するもう一つ自分。で、そういう、監視の視点と俯瞰する視点。そういうふうにトレーニングされた不女子みたいな、すごいアマチュアなのに、すごい実行生活っていうのが、徹底的にしようっていう。やっぱりこれは、2010年半ばっていうのは、20代半ばっていうのは、フェミニズム的な動きが韓国で、結構、広がった時で、ベタオジョの、あれも多分、フェミニズムリブットの動きと結構つながって、いるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、特にメタウジョの中で面白いのは、経営に対しての、なんというかな、反省みたいなのがあるんですね。経営たちに対して自分たちが同僚市民と見るよりは、性的対象化してるんじゃないか。女性だったから、女性の欲望を見るべきで、自分たちの姿をそういうふうに、経営に乱すのはため。そういうふうなロジックがあるんですけども、それをまさに、後でタツビエルの、一番のそういうロジックになっていくわけですけど、これもちょっと面白いのが、実はピエールとケイの関係って、
まあ、関係あるけれども、全く同じではないんですよね。それに対しては考えてないんです。そういうことは、やっぱり表象と現実とファンタジーっていうのが韓国のこういう建設の中では統一化されているっていうことなんです。現実の経緯を自分たちが生態化するってみたいなことを言ってるんですけど、実はピエールはそういうことなのかって思うと、またそれはまた別の話で、いろんな議論が可能だと思うんですけれども、それに対してそれを統一化してしまう。なぜかというと、これは、後ほどまた言うんですけど、RPS が、すごい、韓国のピエール文化元にあるっていうか、規範にあるので、どうしても、そういうふうに自分のアイドルを、それを利用したフェスとかを楽しむグループが多いので、まあ、そのまま現実の経緯になってしまうんですね。そういう時に。そういう面で、多分日本の、二次元文化とはまた違う、そういうのが韓国では、あとあるのではないかというのが私の考えですが、まあ、それでこういう話は、まあ、フィールドの開く扉という論文で書いてるので、もし関心がありましたら、ぜひそちらのご参考ください。ちょっとじゃあ、はい。少し情報を整理しながら、はい。話していくと、ここまでの話は、要するにその韓国の中で、まあ、20世紀後半から21世紀のこう最はい。初の20年とかで、BL 文化が、同人文化として存在していたと。で、それが映画にも流れ込んでいったんだけれども、2010年代の半ばぐらいに、その不女子の中から、なんかある種内在的な批判として、そうです。私たちは BL 文化を楽しんできたけれども、それは、はい。現実のゲイの人たちの、イメージを利用してしまってるんじゃないかっていう、ある種の自己批判があったっていうことですよね。で、そうです。そうです。ただその自己批判が、例えばその日本国内でも多分同じような、表彰の横奪っていうをめぐる議論がそうですね。うん。あったと思うんですけど、ただその自己批判自体が、まあ、善意から出たものかもしれないけれども、なんていうか、現実のゲイの人たちと、その表現として描かれている BL というものをそうです。その同一してるっていう問題があったんじゃないか。また、はい。あるいはその別の言い方をすると、その二次元の話と現実を直接的に結びつけすぎた立場から自己はい。批判してしまってるんじゃないかっていう問題があったっていうことですね。ただ、はい。そうです。そうです。ただいずれにしてもその種の批判から、脱 BL 運動というものが出てきて、これからその脱 BL の論理とか、それがどうやって組み上がってきたかみたいな話を、これからこうしていただけるっていう感じですかね。あ、そうです。そうです。はい。特に、ちょっと、田部先生がおっしゃったんですけれども、そう、なんというかな。基本的には、そういううん。学女に参加した不女子、ほとんど不女子だったわけですよね。彼女らが圧倒で、そういう韓国のラディカルファミニストになってしまうんですね。それうん。でほとんど立ちビエルしようってことになったんですよ。うん。それが多分結構違う動きになったと思うんで、日本だったら、そういう八百万論争とかいうのがあって、それから、でもやっぱりこれはちょっと諦めたくないというグループうん。があって、それが見えうん。てなかったということですけど、韓国の場合、そういうふうに、自分表札した、自己表札した場合、そういう倫理的な矛盾に対して、諦めてしまうという立場を取った人が非常に多かったということですね。わそれがかりました。結構大きな違いかなと思います。はい。タツビエルのロジックに、はい、入りたいと思うんですが、まあ、3つで分かれていて、ホモフォビアに基づいたタツビエルで、これは皆さんもうすでにご存知だと思うんですけども、こういうイラストですでに分かってると思うんですけど、まあ、相乗的な中での経緯はこういうふうに綺麗なのに、実際の経緯はこんなに、見にくいとか、そういうすごいホモフォビック、これは多分韓国でもともとあったホモフォビックの文脈がそのままタツベルに流れてきたってことです。ことで、まあ、韓国って結構キリスト教の人口って30%くらいになって、その影響が非常に多いので、多分そこら辺の影響がここにタツベルで流れてきた。もともと不女子の中でも自分はキリスト教の信者なのに、ピエールが好きで本当に困ってるみたいな、悩みは結構あるんですよ、未だに。ですので、多分そこら辺の、もともとちょっとピエールに対して、投資しようかなと思ってた婦女子たちがこういうふうに自分たちのもともとのそういう経験をそのまま足したっていうのがあったと思いますね。それでタツベールのロジックの二つはやっぱり、攻めと受け関係の
こういう挿入権力っていう言葉が韓国でよく使われるんですけど、まあこれによると、このロジックによると、攻めは権力者で男性で、受けは被害者で女性っていうことになってるんですね。ほとんどのピエールはこういう感じなので、それをピエールっていうのは基本的にフェミニズム的には、良くないってことで、これを、その時の、リツイートされたツイートをそのまま持ってきたんですけど、ピエールの一番の問題というのは、大体女性は自分の調整性に近い、もともと女性を、それを元にして作った受けの役割に単入。感情移入させる。暴力な行為をセクシュアルなものとして認識する瞬間、今まで持っていなかった魔女指的な性意向が生まれ、暴力な攻め、男性へのファンタジー、恋愛から逃れられないという、4ビって皆さんご存知だと思うんです。韓国でレディカルファミニズムで、恋愛しない、結婚しない、妊娠、出産しない、そういうふうに4ビっていうのがあるんですけれども、それを解体させるところまで至るっていうことで、ピエールで、そういう暴力的な生命と受けの関係に慣れてしまうと、結局現実の男性からの暴力を受け入れてしまうというロジックなんですよね。それが結構支持されることになりました。実は、やっぱり最初に申し上げた、女性キャラクターの排除を批判する、立つビエルなんですけれども、これは日本から出た本なんですよ。実は韓国で結構話題になってて、女性ビエルって言って、女性がやっぱりビエルを、描きたり、感想するわけですが、やっぱり自分はその中に入れないんじゃないですか。それ以外してのいろんな短編が入ってるすごい面白いアンソロジーだったんですけれども、この内容がそのまま韓国のピエールの不女子に対しても、そのまま適用されてて、例えば、じゃあ、だったらピエールに女性が入れなかったら、ピエールはもともとそういうのがお約束なんで、入れなかったら、じゃあどうするかっていうこと、ページ文脈で見ると、やっぱり女性キャラクターをもっと持ち上げるべきっていうことで、女性ナラティブ表っていうのが登場します。これは、女性ナラティブって韓国で予算操作って言うんですけれども、予算操作っていうのは、どういうものか、フェミニズムっていうのは、こういう女性ナラティブを強調するものを消費して創作するべきっていうのが、前提があって、こういう自分たちがその時に、1900、これが2018年に作られて、あれですけれども、女性ナラティブ表っていうのを作って、これがこれをポストした方のあれなんですが、ネット上に特にいわゆる中心にコンテンツを PC さをポリティコレクトですね。を判断する基準として使われることになりました。ここで女性ナラティブというのは、女性キャラクターの比重と役割で決められます。そして、このロジックによると、ピエロはもともと女性キャラクターがメインではないから、女性ナラティブにはなれないんです。女性キャラクターどれぐらい、非常で活躍してるのかというのが一番大事な基準なので。そしてまた、基本的に女性たちが排除されるジャンルなので、根本的にピエロは有害なコンテンツ。フェミニズムには見なされるわけですね。女性が登場しても、特にフェミニズムの観点から見ると、男性との恋愛と結婚の知ったらダメ。ピエールはもともと、男性の間のロマンスと、セクシュアリティなので、それはもともと、最初から排除されるわけなんですけれども、恋愛とかでもダメで、恋愛しなくて、女性たちが成功する話とかが、本当の女性ナラティブだっていうことが、主張されるようになりました。そして、面これって白いのが、すごいはい、簡単に言うと、いはい。わゆるBL 作品はベクレルテストを通過しないみたいな話です。そうなんです、そうなんです。それがもっと、なるほど。ただ、ペクテセスっていうのはロマンスとかの話を、最初はあんまり入ってないんじゃないですか。多分人物がどのぐらいの比重で、登場するってことだけなので、ここは、それからもっと、多分さらに、そういう男性とのロマンスとか、女性の中でもロマンスも基本的にはダメなんです。なそれがダメ。なぜかというと、なロマンスは人を弱くするとか、成功を、妨害するのでダメなんです。そういうふうに、ロマンスと結婚とか、そういうのに対しては基本的に拒否する動きですね。
あ、はい。厳しいですね。あ、すごい厳うん。しいです。それで、これはそう、全然学問的に何の根拠もないし、全然、そこでは、各界とかでは全然、誰もそれを、これを受け入れてないんですが、やっぱネット上ではすごいこれが基準一条、とりあえずこういう形で作られた後では、いろんな形で、これは女性ナラティブじゃないかためとか、女性ナラティブになるためにはこういうことを書かないとダメとか、そういうふうの基準点みたいになってきたところが面白いと思います。違いとして、タツビエルウェブトゥーンとかがよく作られて、アマチュアによって作られたんですけど、例えば、どうやってタツビエル、タツ単性キャラクター、知ってましたか？あなたのタツビエル、タツ単性キャラクターの背景だと思うんです。なんか経験だと思うんですけど、経験を漫画に描いてくださいみたいなのをやって、それ、募集して、これを風に、なんというかな、韓国でネット上の傑作というんですけど、様々な人たちに投稿してもらって、それを展示するみたいな、ブログとか作って、こういうのは結構動いて結構話題になりました。これはピエールタッチ次って言って、自分がどうやってピエールをタッチしたのかをシュッと書いてるものですね。基本的にやっぱりこうで、やっぱりピエールで面白いのはここで書いてるのが、もう自分にはもうピエールがもうファンタジーには見えない。なぜかというと、男性ばっかりの世界で女性が排除されるその姿自体が、実は堅実ではないかと思うようになったってことを書いてるんです。本当に女性排除。ただここで面白いのは、女性キャラクターの排除が、そのまま女性の排除と言えるのかどうかという問題ですね。実は結構違う問題だと私は思うし、PL 研究者としては、やっぱりまた女性をキャラクターの、扱い方に対して様々な議論もできると思うんですが、ここでは女性キャラクターの排除っていうのは、そのまま女性の排除となってて、こういう面では、排除じゃない、やっぱり男性中心の家父長的な、その世界が PL っていうことに書かれてて、すごい非常に面白いなと思いました。今までも簡単にまとめますと、タッチベル問題点として私が考えたのは、まずは申し上げたように、現実とファンタジーと表彰の複雑な関係に対して考察が欠落している。表彰と検事、表彰イコール検実というロジックが非常に強い。また、コンテンツ消費者の立場から批判がメインになったあまり、基本的にコンテンツの影響が強調されてしまって、作り手が全ての責任を負うことになります。消費者たちの立場なんですよ。基本的に、立ちベールの話は。消費者、作家さんが、じゃあこういう作品の作家さんがこういうことを書いたんだけれども、これはすごいピッシュ的じゃないから、これは作家さんに問題があるからだ。作家さんを批判すれば OK みたいなことになってしまって、個人的な攻撃が非常に増えました、その時。特にその攻撃っていうのが、女性ファンダムによって、女性作家に対して、男性作家にはあんまり攻撃したいんですよ。男性はもともと男性向けで活動したり、男性はもともとそういうフェミニズムに関心ない人が多いから、それは仕方ないとして、女性作家は自分たちがそれを、間違ったのを強制してあげるみたいな形でなってしまったわけですね。それで実際、法律沙汰もだったことがあるんですけど、ピエール作家さんに、こういう匿名のメッセージで、ピエールもう書かなくて、チエール書いてください。チエールがもっとフェミニズム的ですみたいなのを書いてて、それに対して作家さんが自分はそれことしたくないと書いてたら、じゃあ、あなたはフェミニズムには賛成しないんですね。だったら、あなたはミソジニです。みたいなことを書かれて、それを女性たちのコミュニティに、結構様々な形で悪口言われて、それが結局は後で法律沙汰になったっていうことも起きるほど、女性作家に対しての非常な、そのハッシングみたいのが変えて、フェミニズムの名前で行われたそういう経緯があります。そして、タツビエルの話はここまでですが、これからタツビエルから女性ナラティブとしてのユリ・チエルへ、流れた動きに関して、ちょっと説明させていただきます。先ほど申し上げた、調整ナラティブ表の登場っていうのが、私は様々な意味ですごい面白いと思うのが、やっぱり、内容はすごい今見てちょっとわからないんですよ。これが女性ナラティブの基準っていうのは何だろうと思うんですけれども、でもやっぱり、その時の若い女性たちの感覚にはこれが多分、女性フェ、あの、ナラティブっていうのがこういうのだっていうのが多分、
暗黙的にあったんじゃないか、それを現れたその証拠として、この調整ナラティブ表っていうのが、すごい大事だなと思うんですが、女性ナラティブというのが浮上するわけなんですが、実はこの여성서사、女性ナラティブというのは、主に文学研究で検定的に使われた用語なんです。アカデミー的な用語なんですけど、この時期になって、特に2018年以降になって、女性ナラティブっていう言葉が、韓国のオタク、特に女性向けジャンルですっごい比率で使われるようになりました。特に芸術界とサブカルチャーの領域まで広がって使われ始めました。特に面白いのが Webtoon って、やっぱり基本的にすごい皆さん簡単に読むような、なんというかな、まあ、娯楽、エンターテインメントじゃないですか。その時に Webtoon を中心にして女性的な Webtoon を読みたいというのは人が増えてきて、また作家さんも女性ナラティブな的な、そういう作品を作りましたというのがすごい流行ったんですね。韓国、それにまたそれを支えたのが、韓国声優っていうか、韓国コンテンツ関係の、支援が結構女性たちのそういう女性ナラティブ的な作品を出すように、そういう支援が結構あったわけですけど、これは余命儀って言うんですけど、まあ、女の命の記録みたいなあれですけど、これは皆さんご存知だと思うんですが、日本で注視力の言葉あったんですよね。前。そう、これを韓国語読むと、여자력になるんですけど、これを、言葉をちょっと、その、言葉のその読み方を変えて、これを韓国で女子力と全く同じの여자力になるんですけど、女性が視力で何かをすることで、それを、日本の女子力をこの風に、ちょっと風刺的に読み変えたということで、여자力っていう、その漫画集というのが出たんですね。女性作家による女性主演の非ロメンス作品を意味するんです。ヒーローレスっていうのがすごく大事なんです。なぜかというと、多分申し上げたように、その男性たちのホーモソーシャルな絆っていうのが結構韓国で、いいものとしてぶっち上げられるから、その反対として、女性たちの、そのホーモーショナルな絆っていうのが、また、打ち上げられたわけだと思うんですが、女性ナラティブ表で提起された女性ナラティブという理念方というのが、もともとそういう、まあ、女性ナラティブの言葉は、こういう作品を読んでたら、女性の観点から女性の話を知ってる。だから女性ナラティブだっていうのを考えられたわけなんですけれども、反対に女性ナラティブ表が出来上がった途端、じゃあ女性ナラティブこれだから、この作品が女性ナラティブに入るとか、これは女性ナラティブでないように、そういうふうに理念型がもう出来上がってしまったわけですね。それで面白いのが、日本でも知られると思うんですが、タツコルセット日記っていうウェブチューンがあります。そうそう、女性ナラティブウェブチューンとしての、そのモデルとして、多分このタツコルセット日記という作品、タツコル日記という日本では書かれていると思うんですが、与えた影響は非常に強いんですが、2018年から若い女性たちのオンラインコミュニティ、よっちょというんですけど、よっちょっていう女が多いってことで、長なんですが、これ以上してちょっと説明させていただきますね。ここで簡単に。よっちょっていうのは、韓国では、男性の、こういう長として、男長と女長というのがあります。オンラインコミュニティで、男性中心のコミュニティは男長で、女性中心のコミュニティは女長です。じゃあ、でも、オンラインの中で、一応、性別をどうやってわかるのって自分たちが、まあ、男性でも女性だって言ってしまえばわからないじゃないですかと、日本の方だと思われるかもしれないんですが、韓国の場合、基本的に韓国語ベースのそのウェブサイトとか作るときに、作ってその加入をするときに、登録番号、昔は趣味登録番号を入力しなきゃならなかった時期もありますし、今はそうでもないんですが、実名が確認された携帯番号を入れないと、加入できないんですよ。そういう実名確認という制度がありまして、実名層の確認の時に自分の性別を入れなきゃ入らないんですよ。まあ、そういう携帯番号自体にはそういう自分の性別をわかる、あれはないんですが、そういう携帯番号の実名確認の時に自分の登録番号を自分の性別までわかる範囲で
入れるようになっていますね。だから、こういうふうにオンラインコミュニティに加入するときに、自分のある程度、年齢帯と、登録番号につながってる、年齢は性別を分かるようになっています。それで、女性のオンラインコミュニティや男性たちがあまりの攻撃してくるので、すごいそこら辺に対して厳しく、女性が確認が取れた場合だけ介入される、できるようにしてます。ですので、実はですね、私が今ちょっと考えるのは、2015年にフェミニズムリブートとかで、オンラインフェミニズムの動きが激しくなったっていう時に、その時のこういうふうな、女性だけのオンラインコミュニティが、果たした役割というのは非常に強いし、また、これは多分、そういうふうに自分の、身分をある程度足す、性別を分かるようにするという、国家の登録システムの元だからこそ、こういうふうに女性だけが集められるっていうのができたわけなんですね。だからやっぱり韓国のオンライン、そういうフェミニズムの動きって、基本的にすごい、実名的確認でもわかるように、結構オンラインの人格と、そういう実際の、オフラインでの自分の人格が結びついているように。じゃあ、これは全く同じで、今、ピエールの話でも出てきたわけですけれども、キャラクターの話をそのまま現実に人物の話に考えてしまう動きが、そう、傾向があると申し上げたんですけれども、これは全く同じなんです。オンラインでもそういう動きがすごいあるんですよ。それで、それで2017年、若い女性たちだけが集まったオンラインコミュニティ。それで、実名確認だけではなくて、実は、こういう、特に若い女性たちって結構男たちから狙われるんで、こういうコミュニティって、様々な確認を取ります。実名確認だけではなくて、自分の、声を出したり、手を出したり、そういう写真を撮ったり、自分の身分証コピーを出したり、そういうように、すごい厳しく、様々な手段で、女性だけのコミュニティを作るわけですね。オンラインにおける。そしてこれでこういう漫画が公開してて、クラウドファンディングで1億円を足して、その出版まで行くことになりました。そしてこのタルコル日記は日本のツイートでも、半分以上は多分、翻訳されて読むことができます。韓国社会において立ち殺せ運動を広げて革新的な媒体として評価されていますし、立ち殺せ運動に象徴と言語を当時に提供する役割を果たしたという立ち殺せ運動のバイブルという言われる風なそのウェブツーンで、まず、これ、実はですね、女性ナラティブ表っていうのが、この日記が出た3ヶ月後に作り上げられたわけですね。そういうことは、私考えると、多分これが、立ちコルセット日記が出てから、これが多分、一応モデルとして、女性ナラティブ的な作品を、表す、そういう特徴としてなかったと思うんですが、このタイプ性の特徴を見ると、最初は女性作家による作品で、女性キャラクターが主人公であり、第色がヒーローメス、さらに女性たちの性愛を除く、絆と連帯を描くっていうのが全く同じなんです。だから、立ち殺せ日記が出来上がったから、それ後で、その影響で、じゃあ、これが本当の、女性ナラティブだっていうことに、そう評価出てきたんじゃないかと私は思います。それでこれは日本の今ちょっとツイートで見られるような、その翻訳のあれですが、今でも見られる、もし関心ありましたら、ぜひ見てください。これ、最初の大会の金ベミという、この女の子がこういうふうに恋愛したったわけなんですが、全部削除してしまって、最初はこういうふうになってしまった。これは解放みたいな形で、どうやってこういうことになったかっていうのを単行本の1巻で描いてる漫画ですが、やっぱりすごいアマチュア的なところあるんですが、その時の本当に、なんというかな、女性たちにとってフェミニズムっていう、その時のリアルなフェミニズムの動きをそのまま、リンクしてた。特に面白いのが、その時ちょうど、この漫画が連載してる時が、立ち殺せる運動が一番広がってた時期なんですよ。ちょうど同じ、ペースで連載されたっていうことなんですけど、ネット上で立ち殺せ運動がどんどん広がってる時に、ちょうどリアルタイムでこの漫画が連載されたということは、多分これが、現実とまたここで、表彰がまたリンクしてるという形で多分、読者にとってはすごい感じられたっていうことですね。
まあ、ここで多分、ただやっぱり可視性の政治学、刑事学の話になってするんですが、タッチベールでピエールが批判される理由としては、諸生表彰の消滅を批判する可視性の政治学の主張だったんですが、それはやっぱりこれは、たやすく中世刑事個人レベルでの実行開発を中止するネオリベル的な中性性を強調したり、また、可視性の刑事学を強調するネオリベル的なフェミニズムに尊化される、傾向があるということはすごい問題で、まあ、田中東子さんの批判とか、結構ここで、参考できるところが多いかなとは思います。そして、フェミニリブート以降、有利知恵るめぐる論争が行われるわけなんですけれども、おおむね女性ナラティブと女性表層をめぐる二つの流れとして現れました。まずは、女性ナラティブから当事者性の問題と女嫌い有利っていうか、ミソジニ有利っていうんですが、いろいろ批判する動きがあって、女性ナラティブ、先ほど説明した女性ナラティブって正しい女性ナラティブってもうすでに理念型としてあるんですよね。それに合ってるかどうかによって、既存のユリとチエルを批判する、新しいファンドが登場するわけですね。また、女性表彰における立ちコルセ、女キャラクターとデフォルト女性キャラクターを追求する、主に二次創作や一次創作で、一次創作っていうのは、地域キャラクターコミュニティというのがありまして、オタクたちが、不女子っていうか、その女の子たちがグループを作って、自分のキャラクターを作って、決まった、設定の中で、そのキャラクターを動かすみたいな、その遊び方があるんですが、そこで自分のキャラクターを作って足すわけですよね。ですので、こういう女性、ナラティブ、女性表彰の問題が浮上したときに、自分がどれぐらいフェミニズムに、敏感に反応してるかということを考える際に、こういう自分のキャラクターを作る際にそういう影響を受けて、じゃあ、だったら私は立つクルセしたキャラクターを作ろうとか、そういうふうになってわく。今までは、自分が本当に好きな、女の子が多いので、男性キャラクターが多かったって言ったら、これからは、やっぱりそれはフェミニ的に正しくないから、じゃあ、立ちころせしたキャラクターを作って足す。そしてそのグループで、様々に遊びをするみたいな、これで、ここまで動きが、やったわけなんですね。少し整理していいですか？はい。ここまでの話ってすごく、ざっくりとまとめると、多分2010年代の真ん中から後半ぐらいに、その韓国の中でフェミニズムが盛り上がった時に、そのフェミニズムの中で出てきた新しい規範性みたいなものが、その表彰のレベルの、表現のレベルを縛り始めたっていう感じなのかなと思いました。はい。2010年代半ばって、ちょうど82年生まれキム・ジヨンとかが出た頃で、すごいフェミニズムが盛り上がってたなっていうのは日本から見てそうです。も思ってたんですけれども、同時に先ほど紹介していただいたみたいに、若い女性だけが集まっていることをちゃんと確認できるウェブサイトがあるから、そういうウェブサイトの中で、新しいそのフェミニズム的な規範で、男性に依存しないとか、その性関係がない、その友愛的な女性同士の絆みたいなものが、まあなんかこう評価され、フェミニズムとして押し出されていく中で、別にそれ自体が悪いわけじゃないんだけれども、その規範からちょっとずれるものでも排除していくタイプの言説が、先鋭化して強くなっていき、その結果、現実とその表彰を強くリンクさせて、その現実がこうであってほしいっていう理想のもとで、なんか表彰に対するバッシングそうです、がそうです。強くなってみたいな感じなんですね。はい、はい、そうです。ちょっとなんか適当にまとめなんで、続けてください。ありがとうごはい、ざいます。ありがとうございます。そしてですね、それで、面白いのは当事者性がなぜここで出てくるかということですが、じゃあ、女性ナラティブとして有利、チエルを考えた際に、じゃあ、なぜピエールと違って、ユリとチエルが、ちょっとフェミ的なというと、やっぱり女性が登場するわけですね。女性キャラクターのジャンルだから。だったら女性キャラクターは、女性、当事者のことで、女性が楽しむ時に、当事者として楽しむことを作って楽しむことができる。だから、当事者性が出てくるわけですね。そしてこれがちょっと韓国の、ユリですごい、特徴なんですけれども、韓国のユリチエルファンダムはもともと、ユリチエルを女性愛当事者が
リードするジャンルとして認識しており、ピエールとは違い、自分たちにとってユリジェルは当事者たちのジャンル。女性を愛する、レズビアンのあるです。まあ、パイセクシュアルとか、そういう、まあ、その他のセクシュアルマイナーたちが、自分たちがその女性愛を当事者性を持って楽しむジャンルだとみなしてきたわけですね。女性アイドル、パンフィクションの先頭にも多分これが繋がってると思うんですが、実際その韓国でユリの歴史を考える際に、このパンフィクション、女性たちファンダムがこういうパンフィクションを作って、楽しんでた時に、やっぱり女性アイドルだから、ピエールとか、男性アイドルに対してアルペスする時よりは様々に気を使って、やっぱり女性アイドルにはそういう性的な目に見られたくないとか、だから彼女たちを守りたいとか、同じ女性として、やっぱり結構結構違いがあったっていう話を証言してるんですけど、そういうのも結構繋がってると思います。また、フェミニズムリブット以降、じゃあ、脱コルセをした、女性キャラクターがフェミ的にいいと言って、じゃあ、フットチエルに参入してきた新しい女性ファンダムが登場したわけですが、女性として当事者性を、私も女性だから、女性キャラクターに対して、出てくるこのジャンルに対して、女性として、なんというかな、申し立てできるっていうことを言い出したわけですね。だから、既存のユリ・チエルの歴史とファンダムを批判したわけですね。既存のユリ・チエルというのは、男性向けからの影響が非常に強かった。特にまあ、ユリという時に、ちょっと皆さん、今思い浮かべるイメージがあると思うんですが、それって日本から出てきて、ユリという言葉自体も実は日本から持ってきたわけですよね。だからユリという言葉も実は女性の純潔を意味するし、男性的な影響もすごい強かったし、自分たちが女性として女性キャラクター、タッチコルセ女性キャラクターを求めて、そのヒロメスを求めてここに来たのに、そういう土地がないじゃないかという批判をしてきたので、それで、これ、既存のピエールに対して、女嫌いユリ、ミソジニユリと批判したんですね。そして、ユリという言葉は使わないでという、ハッシュタグ運動をしたんですよ。ユリという言葉自体が、そういうフェミニズム的に問題がある、名称として、批判してきたので。それで、この新しいファンダムは、その女性キャラクターの表彰、既存のユリーの女性キャラクターの表彰って男性向けのそれと非常に似てるし、またその影響を受けたので、女性を過剰に性的に対象してるっていうことを批判してましたし、また女性側のロメンスというと、性愛というのも結局過激化すると、ピエールで出てくる暴力的なものになってしまうので、ロメンスは排除するべきだと言って、健康的な、まあ、絆を見たいという話をしてきたわけですよね。そういう面で、既存のユリというのは、女性作家が作って女性キャラクターが収益を務めてるけれども、結局社会のミソジニをそのまま跳ねしてるから、既存のユリとチュエルはダメっていうことなんです。だだから新しい知恵、ユリラではないんで、新しい知恵ですよね。ユリって言葉は。もうそもそも言葉自体がミソジニだから、知恵にカイジュラブにして、新しい知恵を自分たちで作ろうとしたわけなんですけれども、ここに、立ちコルセが必要だという結論に行くんです。それで、どういうことをしたというと、立ちコルセ女性キャラクターを作ります。そういうことは、キャラクターを立ちこれすることはどういうことかというと、既存の女性キャラクターを立ちこれとさせます。自分たちも現実で、それをキャラクターにもさせます。日本だったら多分ちょっと考えられないと思うんですが、韓国ではこれが、実は結構指導されたわけなんですね。そしてあの頃私たちが好きだった女性キャラたち、思い出の漫画、アニメ、立ちこれ合作っていうの企画があったんですけれども、まあ、本当に、まあ、思い出のキャラクターたちに、フェミニズム的に問題があまりにはありすぎて、苦しかった、その女性ファンたちによって、企画されて、まあ、出たんですけど、例えばこういう形です。これって皆さんは、これ今でも見ることできるんですが、こういうふうに、これ全部コルセットだって言うんですね。まあ、ポーズから、この猫耳もそうだし、まあ、この大きな目とか、この短いスカート全部コルセットだから、じゃあ、これを立ちコレするとこういう形になる。これももう完全にはなってないと批判されたのが耳
猫耳がまだまだそういう男性向けの表彰だから、これはダメ。ことになって、これはダメなケースの、その、タッチコルセット、仕方でした。これをこれが多分、これでこの大きな目、特にこういう眉毛とか、こういうポーズの女性的なポーズはダメ。スカッとダメ。それでこういうふうに男性っぽい、その筋肉とか、こういう、多分、髪型もこういう、ヘアスタイルもこういう短い。ツーブロックとか、こういう、スカート短いのはこういう、ズボン、長いズボンにするとか。そういうふうに、ね、してほしいということですけど、実はそれでですね、これってどういうキャラとか皆さん、わかりますか？全然わからないんですよね。これが立ち殺した結果物なんですけれども、これって実はですね、銀河鉄道999のメーテルさんなんですよ。わかります？み、いや、髪型短いいや、これして、は、これは私、頭マイクにぶつけちゃいました。いや、あ、なんか、でも、あれですね、すごい、要するに、ユリの中で、はい。男性の欲望に奉仕していると、見なされるような記号を全部排除し全部ていこうという。排除したら、これ立ち殺しなんで、うん全部排除したらこういううん形になるんですよね。でもこれをそうする、100以上の作品が投稿されて、結構全部展示されてるんですけど、皆さんぜひ、後ほども関心ありましたら、ぜひ探してみてください。いや、まあ、出力の問題以前に、こういうことをしたいと思ったそういう欲望とか、私はすごいと思いました。そして、これで終わることではないんですよ、実は。女性キャラクターとテポルと女性キャラクターのチークとなってるんですけど、立ちコルセさせればいいのかって言えば、じゃあ、立ちコルセとしたことというのは、もともとそういうコルセをした女性キャラクターがあった。だから、それを立ちコルセさせたわけですよね。だから、だったらそもそも、立ちコルセさせなくていいキャラクター。すなわち、デフォルト女性キャラクターを、女性キャラクターだからこそ、当てられるリーボンとかスカートとかそういうのが全部なくしてしまったデフォルトの形の女性キャラクターを作ればいいんじゃないかってことで、デフォルト女性キャラクターっていうことを概念を足します。差しこれした女性キャラクターが目指すべき究極な方向性として提示されましたが、それが今まで男性が、それはすごい結局はフェミニン的な認識論なんですよ。もともとは。男性がデフォルトであり、女性が他者として性的な大切にしすぎなかった過去を批判し、人間のデフォルトで女性にしようとする動きをオタク文化の中でしようとしたのがこの動きなんですけれども、フォトピアというんですが、女性たちだけのユートピアにふさわしい女性像として、デフォルト女性キャラクターというのが出てきるわけですが、これは韓国のレディカルフェミニストのが作った雑誌の表紙なんですが、ここを見てください。これが実はですね、こちらがです。もともとこういうふうにピクトグラムで女性と男性を表示する場合に、ここは、デフォルトが男性、こちらが男性で、こちらの方が女性で、多分まあスカートを履いたりするんですけど、これちょっとちょっと大きくすればすぐわかるんですが、こ、これが女性で、こっちに、男性の性器が見えるんですけど、デフォルトは女性で、ここに男性の性器を表記すれば、実は、これ男性の方が、なんか、付け加えて、デフォルトの女性の、あれに付け加え、正規を、表彰を付け加えた男性になる。だからこういう、もともと女性を、表すピクトグラム自体が実は結構様々なこういうコルセットをしてるので、これを全部なくして、変えて男性の方に男性器をつける方が、もっと、正しいんじゃないかという動きだったんですね。これは市場に、結構、支持を、日本か、若い女性から支持を受けて、こういうふうに、これやって、もう、クラウドファンディングのページなんですけど、講演、参加者が1300、1000人超えたし、金額も、300万円、300万、日本だったら300万円ですけどもう軽く超えた。これ、あれですごいこれも、話題になりました。こういうふうに女性をディフォルトにするみたいな、すごいフェミニ的な動きだったんですが、じゃあ、だったら、女性ナラティブだけの話でなく、なぜ今、見たように、女性表彰も問題視されたのかというと、まずやっぱり、さっきのおっしゃったように、現実表彰、ファンタジーを統一なものとしてみなす韓国社会の内情や認識に基づき、キャラクターと現実の人間を統一なものとして見る傾向が強いというのがやっぱりありまして、あと一方、やっぱり対抗的な運動だというのが、その性格も
確かにあって、その時、男性オタク中心、男性向けでは、結構やっぱり典型的なセクショナル女性フィル、特に最近日本でも人気あると思うんですが、男性向けのそのオンラインゲームって、ゲームって、プルアーカイブとか、そういうゲームで、やっぱりすごいセクシュアルな、女キャラクターがいっぱい出てきますよね。それに対して、やっぱり女性たちが結構不満が結構溜まっていたわけですよね。だったら、まあ、じゃあ男性系がどんどんそういうふうに行くとしたら、こちらも、じゃあこういうふうに対抗するみたいな形で、じゃあ女性を性的対処化を全部なくしたらどうなるかっていう実験的なところもあるということですね。また、女性オタクの実践、韓国のにおける女性オタクの実践というのが、二次創作と iPS だけではなくて、自分のキャラクターを作って、共同創作形で撮ってて、総合的にフェミニズム的な振る舞いを求めるという雰囲気がその時あったというのことがあります。地域キャラクターコミュニティの人気ということであったんですが、例えば、これは、その、G キャラクターコミュニティに、関しての、告知の内容になって、ツイッターにあるんですけど、まあ、ここなんですが、デポルト女性キャラクターオンリーコミュニティというのが登場するんですよね、この時。このコミュニティに参加するためには、自分のキャラクターがキャラクターじゃないとダメ。ここでの関係性も女性たちのロマンスじゃないとダメ。というふうに、すごいそういう面で政治的に正しい、その遊び方をしようというのがあって、こういうことに参加するのが自分の、オタクだけれども、フェミニン的な意識が高い、その、アピールができる。と、自分たちの友達の中で、私はこういうのをやってるよっていうことは、ある程度結構、そういう面で、その意識があるっていうアピールになってるので、そういう面もあったと思うんですが、じゃあこれに対して、結構まあ、強いていいところを考えてみるとしたら、やっぱり女性キャラクターの多様性が超過したっていうのところはあります。やっぱり韓国もオタク文化の中では結構やっぱりそういう記号性、女性キャラクターの記号っていうのはやっぱり決まっていて、それ影響が強かったんですが、それに対してこういう違う形の女性キャラクターも可能だということを、証明したわけなんですが、その反面、既存ユリとチエルスタイルを完全に男性向けのものとして排除して、特定スタイル女性系だけを正しいものにしたっていうことになって、対応を変えて減ったんじゃないかという、その批判もまたあります。これの方は、やっぱり既存のユリシエルを長い間好きだったファンダム、女性ファンダムから出てきた。これ面白いのが、だからで好きな人が男性向け主義が好きなのに、なんでこういうこと言わなきゃならないんだというふうな、彼女らを見ると、実際、本当に調整愛をするわけではなくて、本当にPC 的だから、こういう、その新しいチエルが好きっていうことだけなのに、なんで自分たちが好きな、その、元々の基準のユリとチエルが好きなだけで、なんかフェミ的に正しくないとか言われなきゃならないんだという批判がすごい多かったわけですね。特に、ユリという言葉に対して、それを自分たちの歴史だから守りたいのに、なんでユリという言葉自体に、女性の純潔とかの話を言い出して、なぜそれを批判するんだっていう批判がすごい多かったということがあります。じゃあ、結びが入ったんですけど、じゃあ最後になりますが、こういうことですごい、2022年までこういう動きがすごくあって、それから影響されて、そういう、Web2 のヒョヌンという、その Web2 なんですけど、彼女も、まさに、その、女性ナラティブの、女性主演、キャラクター主演の漫画が好きで書いたんだけれども、結局皆さん、そこまでそれが好きじゃないんじゃない。主人公にだけあと優しいカウチョセイが好きだったわけね。と言って、結局はそういうのが好きなのね。それがどういう話かっていうと、女性キャラクターの関係だったら、誕生ロマンスに違って、カウチョセイとか、そういう権力関係がないだろうなと皆さん思ってる節があって、特に女性やの作品を作ろうとしてた、その意識がある、その作家さんたちってそういう試験を知ったわけなんですが、実際売れるもの、チエルでもユリでも揺れるものを見ると、結局、ロマンスの向上はそのまま同じで、結局なんていうかな、すごい激しく求められたり、権力関係が激しかったり、そういうのが人気があるわけじゃないですか。それで、彼女もそれで、とりあえず、それでも私は女性ナラティブは、諦められないから、だったら、
家父長的な女性キャラクターと女主人公が恋愛するまあ、ものを作らなきゃならないんだろうな、という、自分の、まあ、今、悟りを、そう、やっぱ皮肉を入れて、ちょっと書いたものですが、ただ、二次元のコンテンツの消費における当事者性の意味っていうのがどういうことなのかということが、今回、ユリとチエルを考える論点になってくると思うんですが、キャラクターの、ジェンダーのセクシュアリティがサッカーと特殊なジェンダーセクシュアリティと対的に統一性を持つという全体が、やっぱり非常に問題があるってことですね。特にピエールの方はもともとそれが違うから、またそこまで問題にならないかったんですけども、ユリとジェルになると、特に韓国の場合、女性作家と、女性読者が、基本的にリードするジャンルになってきて、これが当事者性のジャンルになってくると、どうしても、じゃあ、ユリとチエルは女性たち、そのレズビアンのジャンルだみたいな話になってしまって、それ以外の、表現とか、それ以外のジェンダーの方が、表現するに対して、すごい排他的になってしまったところが結構あります。実はですね、それでもともとそういうチエルとユリをやってた作家さんが、レデカファミニズムになって、いわゆるトップとか、そういうトランスジェンダー、排他的、フェミニストになったケースも何件ももうすでに出てきて、これがすごい非常に問題があるって私は思ってる次第ですけれども、当事者性オタクのそういうファンタジーと表彰に関わることに対して当事性に基づいた女性ナラティブ、表彰の排他的関係を強定してしまうと、それはまたこの排他的な関係から外れた多様な創作物と欲望を排除する結果に招いてしまうので、まあ、それをもう今まで韓国の、タツビエル、また、ユリ、シエル、メグル、そういう様々な動きがもうすでにもう示しているので、そこに対してはもうちょっと女性だけのジャンルとか、女性向けに対してのこういう、ちょっと広げる必要があるんじゃないかというのが今のところのちょっと探偵的な、その私の結論になります。はい。はい。ご清聴ありがとうございました。長い間。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、質疑応答に入る前に、最後の方のところをちょっと、私の方で整理して、それから質疑応答に入ろうかなと思うんですけれども、すごく引きな例を挙げて言うと、まあ、フェミニズム全体の問題というよりは、フェミニズムの中でちょっと、なんていうか、先鋭的な、立場の人たちが生まれていて、それとフェミニズム全体との間でのぶつかり合いみたいなところが今回のテーマだったかなと思うんですけれども、なんていうか、いわゆるカッコつき、男性向けの特徴を備えていると思われるようなユリ作品が、結果的にその男性に奉仕しているので、十分フェミニズム的じゃないんじゃないかっていう批判が、まあ、フェミニズムの中の一部先鋭的な部分から出たと。でも、実際には、その表彰と現実の関係って一対一じゃないし、その欲望を持つ主体とその欲望の対象との関係も非常に複雑なので、フェミニスト的な女性の中にも、男性向け、かっこつき男性向けとそうですね。思われるようなはい。タイプのユリを好む人がいると。で、そういう人もいる現実に対して、本当にフェミニズム的なのはこれだっていう形で、なんていうか、脱コルセットしたデファはい。クト化されたような、その女性表彰を特権化する、まあなんかこう、それを規範化するような動きというものが、ある種攻撃的な動きをしてしまったと。でもそれに対して、キム先生は今回、そのような批判は、まあ一定程度まで、別になんていうか、メーテルが男性化したのを好むの人がいてもいいわけだから、別にそれはいいんだけれども、かといってそれを唯一の規範として押し付けるのは、表彰と現実の関係を一対一対応させすぎていたり、その欲望の多様性を見てないことになってしまうので、ちょっと良くないよねっていうのが今回のお話だったかなと思います。はい。そんなありがとうございます。感じでいいです。はあ、い。はい。ありがとうございます。私よりもその BL について詳しい方は、今回たくさんいらっしゃるので、ぜひいろいろ教えていただきたいなと思うんですけれども。ちょっとじゃあその質問が出てくるまでチャット書いてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、私から一つ伺っていいですか？多分ここまでの議論からすると、はい。メーテルの男性化されたものって、あの、あれは脱コルセットというよりは、なんか男性化してるんじゃないかと思うんです。要するに脱コルセットって、いわゆるそうですね。男性の欲望に奉仕する女性的特徴を
ないキャラクターにしていこうっていう話じゃないですか。でもはい。実際に起きてるのは、多分それが、私その脱コルセット自体が別に間違ってるとは思わないんですよ。たはい。だ、実際に起きてるのは、男性の欲そうなんです。行使されるとされているような格好付きの特徴を排除するということを超えて、なんていうかこう、男性的なマスキュリンなこう印象を女性キャラクターに投影しているように見えるんですよ。で、うん。なんかその点は、なんていうか、割とこう、なんか、一目見たら、それは、そうです。そうなんか、です。うんうんうん。なんじゃないのって思うと思うんですけど、あ、はい。キム先生がどう思われるかという話もそうですけれども、はい。はい。こうなんていうか、運動の中でそれがはい。どう議論されてきているのかなと教えていただきたいなと思います。あ、はい。実はですね、それはもうすでに結構言われておりまして、女性、結局、立ちこるせっていう、立ちこるせ自体はまあ、温度としては、まあ、結構賛同する人多かったんですが、やっぱり堅実のレベルでの立ちこるせと、やっぱりこういう事件と、表彰のレベルの立ちこるって意味が違ってきて、本当うん。に結局単性的なものがいいっていうことを結局みんなやってるわけうではん。ないのかっていう。なぜかというと、やっぱり立ちこるせの象徴として皆さん言ってるのが、まあ、この立ちこる日記では、まあ、ラップな格好で、その短いヘアスタイルで終わったんですが、結局単性的なそのスーツ姿とか、特に韓国の女性の党とかの、リーダーさんとか、すごい単性なスーツを出てきてってわけなんですが、それで結局単性がいいっていうことを言ってるんじゃないかという話。また、コルセット、小生キャラクターもそうですし、小生キャラクターとして描かれたイメージを見ると、これって単性だよねっていう風になってしまうんですよね。どうしてなんか、も、なんか男性に媚びる要素を排除しようと思った結果、結局なんていうか、こう、そう、回りそうなんです。回って、男性的なもの、マスキュリンなものが回帰していて、まそうたなんか同じ構造が繰り返されているように見えるのが、なんかこそうなんですよ。う、それが、うん、皮肉で、また、ピエール、結局だから、タチコルゼと女性キャラクターのロマンスを書いてたら、ピエールじゃんということを言われたり、まあ、それは結構言われてて、まあ、もちろん、すごい、そういう、あまりにも結構そういうタチコルセしようというのが強かったなってキャラクターに対して、でもやっぱり、うん、オタクって結構その自分が好きなキャラクターに対してはそのまま、それを変えることはすごい嫌な、うん、人々じゃないですか。だから韓国でもすごいそれに対して、これは自分の何々ちゃんじゃないみたいな動きが結構あって、うん、男性だけではなく女性の中でもあって、うん、じゃあ、あなたたちがやってるのって結局は、チェンジ違うからっていう、そういう特徴をチェンジなくなったら、これは本当のそのキャラクターなのかっていう話あったし、また本当に申し上げたように、彼女らが、というかな、作った立ち殺した女性キャラクターっていうのは、本当に男性の姿で、背もすごい高いんですよ。170、80で、まあ、あまり、なんていうかな。まあ、ちょっと胸はあるんですけど、あまり胸も出ないし、どう見ても、どちらかというとバスケ選手とか、調整バスケ選手とか、女性のそういうスレンダーな方を、多分、イメージして書くと思うんですが、実際、やっぱりそれに対してレズビアンの方とかは、単性風に見えるかもしれないけど、こちらとしては、レズビアンの中での、またそういう、あの、まあ、気がじゃり、っていう、うん、気がじゃり労働と韓国で言うんです。サチコルセメン文脈では。それなりに、かっこつけたわけで、そんなに簡単にこれを全部なくしたわけではないのに、あなたたちにとってはそれは全部、結局なくしたことに見えるって、うん。本当に本気ではないとか、そういう話はよくあって、本当におっしゃる通りでした。なんかあれですね、結局抑圧しようとしたものが、自分でも気づかない形で回帰してくるっていうところが、なんかなんかこう、そうです。人間の欲望の難しいところだなと思いました。はい、はい。今、チャットで質問が2件来てますので、ちょっと順番に1つずつ、読み上げて、キム先生からのはい。ご回答をもらおうかなと思います。名前はちょっとなんか出していいかわからないのでやめときます。文面だけ読み上げます。とても興味深いレクチャーでした。ありがとうございました。女性ナラティブ浮上と女性中心非ロマンス作品の登場の文脈で、
アロエース、アロマンティック・アセクシャルの存在そのものへの言及はされていたのでしょうか？それとも非ロマンスとはあくまで脱 BL のロジック内でロマンスに対する過剰な拒否反応として出てきた対案のようなケースなのでしょうか？先生がおっしゃっていた排他的ということとも共鳴しますが、脱 BL や女性ナラティブのムーブメントは、メン・オア・という強烈かつ絶対的なダイコトミーをベースに展開されていたという印象を受けたので気になりました。もし何か情報があれば共有してくださると嬉しいです。ありがとうございます。まずこれどうでしょそうですね。ご質問ありがとうございます。とても、いい質問だと思いますし、私もそれがすごい気になってる子なんですが、う？うん。エイセクシュアルに対しての話って、韓国で最近ちょっと出てきて始めてるんですが、やっぱり、もともと韓国ってそういう、性欲とかセクションに対して非常に、風習的な社会なので、とりあえず、無性愛者と、表明することで、特に男性の方が無性愛者に表明して、性犯罪を犯すとか、そういうケースが実は結構あったわうん。けですね。自分の部外者さを、アピールする手段として無性愛を言い出したうん。り、特にまた不女子の中でも自分は、こういうセクシュアリティが好きではない存在なんで無性愛だっていう両方に言ってる人が多くて、結局結構公開されてるところがあると思うんですが、特におっしゃる通りに、実は無性愛としても、実際の性愛をそういうふうに排他してしまうケースがそこまで多いってわけでもないし、結構様々な形があるんじゃないですか。そこらに理解は全然なくって、韓国では。うん。せいやは本当に何もやらない。だからかえって今ちょっと面白いのが、4尾とか6尾といって、ロマンス、非結婚、そういうふうに4尾っていうのがあったんですけれども、その時に最近、そう4尾まで言わなくて、自分は、政治的レズビアンで無性愛みたいな、を言う人が増えたんですよ。簡単に言っちゃうんですよね。本当に無性愛がそういう、それも一応表明の形としては、まあ、なんというかな、受け入れられるべきだと思うんですけれども、その反面、結局それが自分たちはそういう性愛セクシャリティによって汚されうん。ない、純潔の存在としての女性っていうのは非常に大事にしてるように見えちゃうところもあるので、そこら辺がこれからうん。変えて、ちょっと議論を韓国で難しくしてるところがあるんじゃないか。かえってやっぱり全体的、そういう性愛に対話に、超性愛の欲望に対しての話が簡単にできる社会だったら、無性愛の方も、ある形としてすごい簡単に受け入れられるんですけど、今のところ結構そういうふうにそれを言い訳にしてるケースが実は結構うん。あって、特に今申し上げたように、他の女の方が恋愛して結婚して、その出産することに対して、それはすごい汚いこと、自分はとっても、理解できないとか、そういうふうに言ってる、そういう、ラディカルファミリストたちが結構最近増えてるんで、そこらに対して、いや、これがいいかどうかちょっとわからないなと、私は思いますね。そういう面では日本とはちょっと違う形での、あうん。れはあるとは事実で、ただ、この反面に、日本の今ちょっとエイセクションに対しての議論がすごい、結構、進んでるんで、そこら辺の議論をちょっと韓国に紹介してほしいという人はすごい多いんですね。本当に自分たちがそれが知りたい。はい。ただ、韓国であまりにも、やっぱり社会的に軍隊とかもありますし、男性と女性っていうのがグループを作る、機会も、今申し上げたように、もうコミュニティもそういうふうに作られてしまうところあるので、性別を意識させられるところっていう、性愛を意識されるところあまりにも多いから、そういう、反応が出てくるのかなということも考えたことがあります。はい。今のこの質問、私もいい質問だなと思うんですけれども、この質問を読んで私も思ったのは、今日のそのキム先生のお話は、多分その2010年代後半の動きですよね。で、日本の中でそのアセクシュアルの話が、割と人口に解釈したのは、もちろんそのネット上で出てきた言説だから、それなりに古い、蓄積はあるんだと思うんですけど、去年か一昨年ぐらいに出た、松浦優さんの、アロマンティック・アセクシュアル入門という本が、新書で出まして、多分そこで一気に爆発的に、この概念の認知が出たなと思うんですよ。で、そのことを考えると、その2010年代の、その韓国のネットの中で、そのアロマンティック・アセクシュアルというものが、
そうした概念が十分その人口に解釈していなかった結果、うまくなんていうか、その概念が入っていれば、多分もっとわかりやすく説明できたことってあると思うんですよ、当時。でも、松浦さんのあの本のいいところって、キム先生の話に引き付けて言うならば、表彰と実在が一対一に対応しているわけじゃないんだと。アセクシュアル、アロマンティックの話をすると同時に、フィクトセクシュアルの話もしていて、要するにそのフィクションに対して欲望を持つということは、そのフィクションが表彰している現実の欲望の代理なんじゃなくて、フィクションは固有の存在論的価値を持っているから、そこに対する欲望と、それが、現実のその自分の性行動とか、性愛とか、性の思考性とかとは本質的には関係ないんだっていう議論が、割と社会の中でぐわっと一気に広がったと思うんですね。でその意はい。味で松浦さんの方がすごく大事だし、その概念、その概念が人口に解釈していったならば、仮に2010年代の韓国で、その場合もしかしたら状況が違ってたのかなとは思うんですけど、そのようなことを感じました。なんというか、アセクシャル、アロマンティック、あるいはフィクトセクシャルみたいな概念って、その韓国の、論壇というか、フェミニズムムーブメントの中では、なんというか、一般に今知られているんでしょうか？いや、あまり多分はい。出てなくて、父はこれからちょっと紹介したいなうとは思うところでーん。すね。やっぱり変えて、研究会とかもやりたいはい。なと思うのが、やっぱりこういう、ちょっとやっぱり韓国でもちょっといろいろ誤解されてる概念だうーなと思うん。ところがあって、もうちょっと深めたいなと思うとこなるほど。ろです。はい。ちょうどこの動画シリーズで、松浦あ、雄ありますよね。それ、はい。話しているので、はい。ぜひちょびっ授業でと見ました。使ってください。はい。後で、はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、二つ目の質問移ります。もう一つの質問で、こちらもお名前はちょっと出していいかわからないのでやめときますね。質問です。不女子という言葉には、ホモフォビアや女性差別、家父長制に迎合するような意味合いも含まれていると思いますが、韓国の BL ファンダムにはどう受け止められているのでしょうか？男性同士のロマンスを女性が好むことを、腐ると表現していることについて、という質問です。あ、はい。これはまあ、もうおっしゃる通りに、韓国でもいろんな批判があって、うん。特に日本でも今そうですよね。ただ、私は不女子という言葉をわざと使ったケースなんですが、まあ、なぜかというと、まあ、その意味合いというよりは、やっぱり日本で作られて、今、結構今、グローバル的に扶助という言葉が使われているのが事実なので、そういう意味ではやっぱり分かりやすいっていうか、どういうグループのことを指しますよという意味で使ってて、ただ扶助しいう言葉自体に対しての、まあそういう批判というのは確かに存在します。うん。それで今ちょっと韓国だったら今、どういうふうにはその表現すると考えてたら、当人情もあんまり使わないような気がしてきて、まあ、かえってその、私のジャンルに神がいますという漫画とかが、東尋上の感情という形で最近翻訳されましたんですけれども、その時は使われるんですけど、かえってその時に今、そういうふうにピエールが好き、ピエール愛好するという形では、かえってピエロということを使うんですけど、ピエ EL ロ。に、プラスに ER って言って、その人を描く、ER ってピエロって言うんですよね、ピエロ。うん。ピエロだとか、そういうふうに言ってる人が多いような気がしますね。そうですね、韓国におけるこういう、ただこれが2010年代の戦後には、日本から不女子っていう言葉が入ってきて、その時また不女子をテーマにした作品が出てきたわけなんで、2000多分10年代は結構、まあ、韓国でプニョジャって言うんですけど、不女子ってまあそんな全く同じ漢字を使って、それをプニョジャって言うんですけど、それは実は韓国の、日本でも同じだと思うんですが、普通の女性を表す言葉と同じ発音ですよね。だからプニョジャとよく言われてたんですが、やっぱりフェミニズムリブート以降は、まあ、そういう文脈があるから使いたくないという人は増えてきてうん。なという感じはあります。ただやっぱり私は、まあでも、やっぱりもう学問的な立場うん。としては、まだグローバル的な検証としては、不女子という言葉は、まだまあ、検証としては、その不女子というのはあると思うので、そのまま使ってる状況です。はい。歴史的に不女子と言われてきたので、不女子という単語を使うことが、
まあ、妥当ではないわけではないというか、妥当ではないわけではないっていうと、ちょっと、なんか婉曲すぎるんですけど、まあ、まあ、その自体は歴史を考うん、えるのも面白そうですね。韓うん、国でそういうグループを表す言うん。葉がどういうふうに、変わってきたのかっていうのも面白いなと。ただ同時にその2010年代のそのフェミニズムのリブート以降は、そのなんていうか、ラディカルな、一部のフェミニストだけじゃなく、大体そのフェミニズム全体として、不女子っていう単語を、まあ、忌避するような傾向はあるっていう感じなんですね。そうですね。はい。ピエールロとか、って韓国でペッカップですけど、ペッカムロとか、そういううん、ふうに ER、アルファベットを ER をつけて、そういうふうに自分が好きなジャンルをやってる人っていう意味で、そういうふうにうん、言ってる。創作するケースは、韓国で、その文章をクリと言うんですけど、クルロという言葉があるんですよ。それっうん。て自分が、あの、二次創作とかで、書く人、書き手という意味で、クルロとか、クリームということはイラストですけど、クリームロと言って、これはイラストを描く人って言って、そういうふうに使っちゃうので、それちらの方が入っていいべきだなっていう感じはありますね。はい、ありがとうございます。質問2件、読み上げましたけれども、皆さん、ぜひ、ご質問等あれば、特に今回はキム先生のお友達の皆さんもたくさんいらっしゃると思うので、なんかご自由になんていうか、せっかくアンオフィシャルな会なので、ちょうどじゃあ、西原舞さんお願いします。こんにちは。あ、こんばんは。ありがとうございました。本当にいろいろ、勉強になるお話を聞かせていただいたと思います。ちょっと多分私が知らないことが多分いろいろあって、なんかそういうちょっと前提みたいなところをちょっと伺うような質問になるのかなとはい。思うんですけれども、なんかその先ほども不女子っていう言葉のその、なんていうんですか、意味合いについてのところもありましたが、なんか日本の場合は、まあちょっと私の印象もありますけれども、なんかその、例えばその、リアルな人、まあ、アイドルとか、そういうなんか、はい。いわゆる生ものとかだと特に、そのなんか、あの、なんていうんですかね、その他者を、なんか、まあ、ある種自分の、なんか欲望に都合の良いように他者をまあカップリングして、そのうん。性的な関係に読みはい、はい、はい。替える、その読み替えるっていうことへの、なんかある種の罪悪感みたいなことが、まあなんかその後ろめたさとかいううところになんん。か特にあって、まあだからこそ日本だったらその隠していくみたいなことがよくあると思うんですね。で、その韓国の不女子文化の場合、まあその巨人先生がおっしゃってたような、そのなんかアイドルとの関係って結構密接にあ、そうですね。うあるわん。けじゃないか。で、そこでそのなんか読み替えることへの、なんかやってはいけないことをやっているみたいな気持うち、まあ、罪悪ん。感みたいなものって、まあ、そもそもあるのかなっていうことがちょっと伺いたくて、まあ、それはなんでかっていうと、うん。あ、すみません、なんでかっていうと、なんかそれこそが、なんか例えばその脱 BL の文脈の中で、そういうなんか自分に都合の良いことを、まあ、他者を使ってやってしまっているみたいなものがあるとすると、なんかそれはまた一つちょっと面白いものかもしれないなと面白いものっていうか、なんてちょっと言い方が難しいんですけれども、興味深いかなと思ったっていうのがあります。で、もう一つちょっと質問があっあ、て、はい。はい。すいません。もう一つが、なんかそもそもその女性キャラクターが BL において排除されているっていうのが、なんかそこら排除、辺からもうすでに私はもうちょっとついていけないなとうん思いました。うんうん、そうです本当。よね。いや、なんか排除っていうか、まあ、そもそも、そのなんかうん。女性では描けないからこそ、その男性そうなんです同士、まあ、よ。そこにまさにそのセクシュアリティとか、まあ、なんか性の規範、その女性はまあ性的なことをはい、はい。欲望してはならないみたいなことがあ本当、ったから本当。こそ、男同士っていう設定があることが、まあ、BL の始まりだったはずなのはい、に、はい。なんかそういうもの約束のがなことがね。くなって、そう、うん。排除っていう言い方になってしまうので、なんでなのかなということが、まうん。あ、ちょっとなんか分からなかったところだったので、ぜあ、あひりがとうござい解説しています。ただけると嬉しいあ、です。はい、はい。よろしくおわかりました。願いします。はい。そうか。やっぱり韓国で RPS って言うんですけど、RPS に対しての、ちょっと移住的な態度があると思うんですね。なぜかというと、さんだったらもうすでにご存知かと思うんですが、韓国の K-POP の企画者って、そのアルフェスをある程度は利用してるって、もうすでに意識してるのは、結構様々な手段でそれを伝えてるわけじゃないですか。多分アイドルたちも全部、多分読んだことないかもしれないけど、自分たちが何をするかは全部分かってるし、そこらに対してはもうきちんと、これがお金になるっていうか、コンビを作ること自体が、それもうすでにもう意識的にやってて、もう、あの、
今はやってないんですけど、10年前ぐらいには企画者で、その RPS、それはまあそういうレベルではないんですが、RPS 小説を公募展もしてて、それでまあ賞をあげたりした。で、基本的に企画者はそういうのをやってるのを、自分たちやってることを知ってるともうすでにこうやってる女の人はもう全部分かってるわけですよね。だからかえって、そちらに対しては、これはファンタジーだから、全然、また一つの、これもホモフォビアと繋がってるんですが、これは完全にファンタジーで、オッパたちは、そういうアイドルたちは全員ヘテロセクシュアルだから、これは何の関係もない。これは変えて、結局、このおばたちの人気を、広げるのに、貢献できる手段みたいな、そういう言い方で、それをごまかす。だから、日本のように、罪悪感というのは、そこまではないんじゃないかなと。それって、また、二次レベルでも全く同じなのが、結局、それも一つのホモフォビアですけど、まあ、立ち入りの時に最初に提起されたように、じゃあ、現実の経緯との関係をどうするかということが、もう完全にもう抜かれてしまって、今は、これはファンタジーだからお前らは今溜まってて、みたいな。変えて、経営に対して、お前らも結局は男じゃないかっていう話。お前らも結局私たちを抑圧する存在だから、これぐらいまあ、させろよみたいな話に言い訳になってしまったところがあって、難しいなと思いましたね。これはちょっとこれからもちょっと私も一緒にちょっと考えておきたいなと。ただ、イージュさんとか、もともと、iPS 小説を書いてて、上手い人で、今はもう韓国で有名な小説家でデビューしてて、もう世界中で、結構翻訳されたりする、作家さんを知ってるんですけど、個人的に。彼女も自分、まあ、企画者とかでの依頼も結構受けてるらしいんですよ。ただそういう小説が、まあそういう iPS のまあラブ、ロマンスじゃないんだけれども、そういう面でも彼女が言うには、まあ企画書もきっちり分かってるし、これが K-POP の場合は結構役に立つってことも分かってる。で、彼女の方は変えて、そのパンダムの中で、そういうおっぱたちに突然そういうサイボブリングとか起きた時に、おっぱたちにその起用しない、こういうカップリングがダメとか、そういうふうな、そういうのに対しては、ちょっときちんと話したいという話をしてて、パンダムの中でのそのまた動きがまた違うって話もしてて、それがすごい面白かったですね。まあ、多分彼女に実際、彼女はすごいいろいろこれからも iPS に対して発言していくという話をしてたので、まあ、彼女にちょっとこれから注目したいなとは思ってます。そして2番目の質問ですけれども、本当にハイターの話ですが、私は父は立ち植えるの話を聞いて、最初に思ったのが、なんでこれを今言ってるのと思ったの、まあ、とがあって、もう一つは、やっぱり、ピエールに対して、その時、特に、韓国人ってやっぱり外から入ってきたもので、これを完全には受け入れてないのかなという話をちょっと考えたんですね。やっぱり日本はそういう自分たちが今まで作ってきたっていうその歴史があって、これは私たちがこのジャンルにいることの約束ということが、韓国ではすごい緩いっていうか、だから男性向けと女性向けがすっごい戦うんですけど、日本もそうだとは思うんですが、韓国ちょっと男性向けのそういう漫画とかに対して、フェミニンの方からバーっとはバッシングが入ってる時もあって、いや、でも結局政治向けだから、ある程度そういう面で、あれがあったら、まあ、そこまで批判するのは難しいじゃないかとは思うんですよね。それが、基本的には、まあ、全部、チャンネルごとの約束っていうのが、やっぱりこれは、なんというかな、分かってもらえないというか、受け入れてもらえない。作品だけがまず入ってきて、これがどんな文脈で作られた文脈かわからないっていうのがあって、ピエールはそうだったと思うんですが、本当に、ピエールが結局私もずっと言ってきたのが、基本的にやっぱり調整がリードしてきた。まあ今はもう女性だけではない、様々な書き手読者もいると思うんですが、基本的に女性の欲望を中心に作られたジャンルだったとしたら、そういう面では女性なら帰ってこれるこそ女性ナラティブ。女性ナラティブのことは文学研究の中で使われるときは、そういう簡単に女性ばっかり中心校で、そういう方ではないんですよ。変えて、女性ナラティブでも男性が中心の作品も
も可能なわけですし、例えば、じゃあ、ハガレみたいな女性作家が書いてた少年漫画とかは、だったらじゃあ、もうなんだろうっていうことになるじゃないですか。ただやっぱりそういう面ではやっぱり可視性のその政治学が結構ちょっとある意味ですごい経営問題、なんていうかな、ストリートっていうか、日本語でなんて言うんですか、そのまま、定を提供し、だからそれが栄えて、韓国にとっては、日本の方から見ると韓国のフェミニズムって何でもそういうふうに、批判すればいいっていうふうに思われるかもしれないけれど、やっぱりこの社会の中にいると、すっごい疲れるなと思うんですよ。なんかちょっとジャンルごと約束ということは、全然なんていうかな、ある程度はやっぱりちょっと認めてもらいたいなというのはあるので、そこら辺は私がちょっと年取ってるのか知れないけれども、そういう面ではちょっと厳しい社会だなとは私は思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。時間も迫っているのですが、島内さんから手が挙がってまありがとうございすので、ます。こちらもう一つ、島内さんからの質問で、終わりにありがとうござしようかなといます。思います。聞こえますか？ ありがとうございます。あの、ありがとうございます。今の西原先生の質問とちょっと関連してるんですけど、その K-POP が、韓国が割となんていうか、いわゆるその RPS というか、アイドル同士の生ものシッピングみたいなもそうですね。のを、結構先駆的に行ってきたというか、それももちろん歴史的にはもうずっと行ってきたんだけれども、それを割と、行ってきたことを公式がある意味こう採用するというか、そう、そうなんです。表立っては採用しないんだけれどうんうも、もうん。それを、なんか、ある程度踏まえた、ファンダムの解そうです。釈を踏まえそうです。たマーケティングをするっていうのはすごく K-POP がやって成功した例だと思うんですよね。で、日本は一方で、やっぱりそれを公式は、そこはやっぱり、ファンダムの意図は踏まえずに、あくそうですね。までもこう、例えば新芽みたいな言葉でちょっとこう紛らわせて、あはは生もののなんかシッピングとかは基本的にはもうオタクたちが勝手にやっている隠れてやるべきものみたいなところで結構こう明暗じゃないけどこうちょっとこう分かれてる需要のされ方とか分かれてるなというふうに思うんですね。で、はい。こういうなんかなんていうかこのひ人の関係性をシッピングする行為、特にその同性愛的はい。な関係性をシッピングする行為ってものに対するこの日韓の対応の違いみたいなのと、その、これだけ不女子ってことはすごく嫌いなんですけど、特に日本人なので、こう日本の言葉が、やっぱり英語話者とか韓国語話者よりはやっぱすごく強く、情動としてこちらに訴えかああ、けてくる言葉、不女子って言葉は避けたいなと常に思ってるんですけど、日本でも韓国でもやっぱりいわゆるそのビエラというか、文化がすごくある中で、なぜ日本ではこの脱ビエルみたいな、動きが出てこないのか、で、韓国ではそれが出てくるのかっていうところの、その違いっていうのが、今さっき言ったRPS に対する日本ではこう倫理的な問題とかよく言われると思うんですけど、どんなふうに、関連してるかな、その日韓比較みたいなところをちょっと先生のご意見をお伺いしたいです。はい。ですね。もしかして、これって、ピエールって、やっぱりこれはそう私、ちょっと今まで、合ってることをちょっと、私だけの考えですけど、私結構これ、日本のものっていうイメージがあるからかな、とは、ふうには思ってるんですよ。韓国でオタク文化自体に対してのスティグマみたいなのが、実は結構あって、日本でもあるんですけど、韓国ではそのスティグマに追加して、日本からの輸入された漫画文とかそういうに対しての日本から入ってきたものっていうのがあるんじゃないですか。だからピエールも対しても、結局こういうふうに脱ピエールまで言えるようになったのは、これが輸入されたもので自分たちのものではないから、簡単にそれはなくせるということを思ったんじゃないかなと思うんですよ。若い子たちが考えたときに、これも、やっぱりこれが中途結構今は簡単に買えないとかいう問題ではなくて、自分たちのその韓国の文化の中でピエールっていうのはやっぱりまだまだそういう韓国文化の一部としては思われてないから、これって基本的に日本からの入ってきたもので、今では韓国でも結構使われてないけれども、もうなくても全然いいんじゃないみたいな、あれがあったんじゃないかなというのがありまして、かえってまたですね、アイドルファンフィクションの方は、もう本当にもうすでに1990年半ばからずっと二次創作とか、
文化の一部としてずっとあって、かえってそちらの方が実は韓国の二次文化を率先してきたみたいなのが結構あると思うんですよね。それがまた企画者がそれをまた暗黙的にもう分かってるよみたいな形まで取ってしまったから、生地に、だから、多分そこら辺は、ピエールに対してなんかね、それで面白いと思うのが、アイフェスとピエールの関係、韓国でのは、日本と全然違うと思うんですよ。多分韓国のはアイフェス、そういうアイドルグループのアイフェスが、かえってメインストリームで、こういうに言えるというのは、かえってちょっと人気あるんだけれども、かえってそちらの方が外部からのものと思われるんじゃないかな。K-POP のアイドルのアーティストというのは、K-POP は韓国が作ったし、韓国の、ちょっとあれでやってきた、韓国の、テントとして思われるかもしれないけど、PL というのは、やっぱり、外からのものが、だからこそ、今、ちょっとウェブツーンで韓国の PL とかが人気あるんじゃないですか。だからこれが10年、これ20年間後になると、また、ピエールはまた違うから、という話になるかもしれないなと思います。なぜかというと、今ちょっとホームポビューな形で出てきただけれども、結局タツビエルは失敗したわけですよね。今は、私たちが好きなのはファンタジーだからいいというふうに言い訳しながら楽しんでるんですけど、それって結局は、やっぱり自分の役目に、負けてしまったわけなんで、ユリもシエルもそうですし、結局は新しい動きっていうのは、結局私から見ると、結局失敗した欲望の問題を結局みんな、何かな、拒否したわけなんで、それを方法ではダメだっていうことはみんなじゃ分かってきたので、じゃあ、これ次の単価は何だろうというとですね、今のところ。それをちょっとこれから考えていきたいなと思います。ありがとうございます。ちなみに、ブロマンスの話していいですか？あ、論文のやつ。はい。もしここにいる皆さん、ご関心があればなんですけど、ヒョジン先生と、あと、何でしたっけ？ミツ先生、シュウミツ先生と、中国と BL を書いた、論文が実は出たので、今、オープンアクセスしたんですけど、まだちょっと政治が対応してくれてないので、今、ファイルを皆さんにお送りしてるので、もしよかったら読んでください。で、これ、さっき少林寺とかお話しされていた、新しき世界とかの話にもちょっと触れていて、そうですね。韓国と日本と、それから中国の比較をしながら、まあ、同性愛的なコンテンツ、同性愛につながるようなコンテンツが、いかにブロマンスっていう仮面を使って、脱クイア化されて、またそれがファンダムによって、再クイア化されていくかみたいな話を論じているやつです。はい、以上です。先生、一つだけ付け加えていいですか？これはちょっと質問とは関係ないんですけど、結局私はこの論争を見ながら考えたのが、結局韓国では今ちょっと一番問題なのが、すべて作家が問題があるっていうことになってしまう。作品、結局どんな作品だって結構必死できてはない。特にこういうエンターテインメント的な、創作になると、そうなってなるのに、それが全部作家さんが悪いから、作家さんが正しく変えてた問題ないのにいうふうに思ってしまうのが、ちょっと私はちょっとそれが問題意識であって、日本はそうやって簡単に作家さんにそういう攻撃がいかないんですけど、韓国はうん作品に対して、そのままそれが作家さんとまた結びついてしまって、作家さんがすごい、バッシングされることが多いんですよね。作品の展開のとかで。そういう面で、これが多分韓国の多分特徴って言えば特徴かなと思ってて、その面に対して日本の方もちょっと考えてほしいなとは思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか今日のお話全体を通して思ったのも、なんかやっぱり他者の問題なんだろうなと思いました。要するに例えば女性にとっての他者である、ゲイ当事者なのか、それともその表彰としての BL なのかっていう問題もそうだし、アイドルのそのリアル生ものの、欲望と快楽の問題が、じゃあ実際どれぐらいその生身のアイドルと、それを欲望する私という主体の間で、どういう関係があるのかっていう話もそうですし、一番、興味深いなと思ったのが、BL がその韓国にとっては、BL が日本から来たもので、なんかいわばある種他者の、なんていうか欲望の体系だったりすると。で、それを使って、なんていうか自分の理想を表現してみたり、欲望の対象を作ってみたり、
そこから快楽を引き出してみたりっていう、その他者のイメージを使った、記号の操作から、私をどう立ち上げるかみたいな議論なんだと思うんですよね。で、これ、なんか私も自分の本で書いた話に引き継げすぎかなと思うんですけど、なんか究極的にやっぱりその他者を記号として操作するときに、うんそこの暴力性は絶対ゼロにはならないから、うんなんかその暴力性を自分が振るってることを引き受けて生きようっていうのが、なんかこう、オタクの倫理というか、私の今のところの結論かなというのをなんか思い出しながら、聞いてきました。いずれにしても本当に韓国の2010年代、まあ、ずっと前から韓国のオタク文化とか、BL や、そこからその脱 BL しようとする動きと、その限界みたいなところを、今日2時間かけて、十分お話しいただいて、大変勉強になりました。まあ、この、一番最初に申し上げたんですけれども、この企画はこれから2026年4月から月1ぐらいで、東アジアや東南アジアの、まあ、研究者を招いて、月1でお話を伺っていく中で、この日本とか韓国とか中国とかのポピュラーカルチャーがどうその広がっていき、その中でその、まあ、いろんなところの人たちがそういうポピュラーカルチャーを利用して、どうなんていうかこう生きてるのかみたいなところを、学んでいきたいなと思ってます。そのなんていうか、そのシリーズの、第1回パイロット企画として、キム先生をお呼びできたのは、私としても大変嬉しかったです。改めまして、キム・ヒョジン先生、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。